文字の力、人類初のタイムマシン。スマホでメモを取ろうとしている学。あれ、昨日の晩ご飯何食べたって思い出せない。完全に記憶から消去されてる。学くん、人間の記憶なんてそんなものですよ。声や記憶は空気の振動や電気信号に過ぎません。放っておけば瞬く間に消えてなくなります。儚いですね。僕の晩ご飯も宇宙の彼方に消えたのか。でも、もし学くんが昨日の日記を書いていたら。あ、それなら読み返せばわかりますね。そう、それが文字の魔法です。消えゆく言葉をインクのシミとして物質化し、時間を超えて保存する技術。文字こそが人類が発明した最初のタイムマシンであり、最強の外部記憶装置なんです。今日はこの文字という発明がいかにして人類を文明へと導いたのか、その壮大な歴史を紐解いていきましょう。そもそも人類が文字を使い始めたのはいつ頃ですか？約5000年前、メソポタミア文明のスメール人だと言われています。粘土板に足の茎を押し付けて書くくさび型文字ですね。教科書で見ました。なんかこう三角の跡がいっぱいあるやつ。最初に書かれたのはどんなロマンチックな詩だったんでしょう？愛してるとか神様ありがとうとか。いえ、大麦29086単位37ヶ月間です。え、何それ？ただの帳簿です。文字は感動を伝えるためではなく、税金の計算や在庫管理のために生まれたんです。がっかりです。夢がない。でもこれこそが文明のスタートなんです。人間の脳は複雑な数字を大量に記憶できません。誰がビールを何杯飲んだかを記録するために文字が必要だった。文字のおかげで人類は脳の容量を超える情報を扱えるようになったんです。最初は絵文字のようなものでした。牛を表すなら牛の絵、山なら山の絵。でもこれだと抽象的な概念を表せませんよね。愛とか機能とか絵にするのは難しそうです。そこで人類は革命的な発明をします。音を文字にする、つまり表音文字、アルファベットの発明です。フェニキア人が開発し、ギリシャ人が完成させました。たったに十数個の記号を組み合わせるだけで神羅万象すべての言葉を記述できる。これはとんでもない圧縮技術ですよ。何千もの漢字を覚えるよりずっと楽ですね。この発明のおかげで読み書きは一部の特権階級だけのものから多くの商人や市民へと広がっていきました。知識の民主化の第一歩です。しかし文字の普及に対して猛烈に反対した哲学者がいます。あのソクラテスです。哲学者なら本をたくさん書きそうじゃないですか？彼は一冊も本を書きませんでした。彼の言葉は弟子のプラトンが書き残したものでしかわかりません。ソクラテスはパイドロスという対話編の中でこう警告しています。文字は人々の魂に忘れっぽさを植え付けるだろうと。どういうことですか？逆じゃないですか？文字に頼るようになると人は自分の頭で記憶しようとしなくなる。外部にある記号を信頼して内なる知恵を失ってしまうと恐れたんです。スマホがないと電話番号一つ思い出せない僕のことだ。2400年前にすでにスマホ依存みたいな警鐘を鳴らしていたんですね。さらに彼は言います。書かれた言葉は質問しても答えてくれないと。文字は一方通行です。誤解されても訂正できないし議論もできない。生きた対話こそが真理に近づく道だと彼は信じていたんです。それでも人類は書くことを選びました。なぜなら対話はその場限りですが文字は永遠だからです。しかしその永遠もまた脆いものでした。アレクサンドリア図書館の悲劇を知っていますか？世界中の本が集められていた場所ですよね。はい、古代のあらゆる英知がパピルスの巻物に記され保管されていました。しかし火災や戦乱によってその多くが失われてしまいました。もしあの図書館が残っていれば科学の進歩は1000年早まったとも言われます。もったいない。バックアップ取っておけばよかったのに。クラウドなんてありませんからね。文字というメディアはそれを記録する物質の寿命に依存するんです。粘土板は割れる、パピルスは燃える、紙は腐る。私たちは過去の記憶の 99% をすでに失っているのかもしれません。この知識の消失を防ぐために現れた最強の発明、それが15世紀のグーテンベルクによる活版印刷です。本をコピーできるようになったやつですね。それまでは1文字ずつ手書きで写すしかありませんでした。聖書1冊を作るのに数年かかり家1軒分くらいの値段がしたんです。それが印刷技術のおかげで安く大量に作れるようになった。知識が特権階級の宝物からみんなの道具になった瞬間です。これが宗教改革や科学革命の原動力になりました。情報の拡散スピードが桁違いになったんですね。インターネットみたいだ。それでも残ったわずかな古代の文字が歴史をつないできました。その象徴がロゼッタ、ストーンです。
ナポレオンがエジプトで見つけた石ですとね。あの石には同じ内容が3つの言語で書かれていたんです。ヒエログリフ、デモティック、ギリシャ文字です。当時ヒエログリフは誰も読めない死んだ文字でした。でもギリシャ文字は読めた。つまりギリシャ文字を鍵にして古代エジプトの言葉を解読できたんです。なるほど。翻訳こんにゃく的な役割を果たしたんだ。シャンポリオンという天才がこの石に人生を捧げて解読に成功しました。そのおかげで私たちは数千年前のファラオの声を聞くことができる。文字は解読されるのを何千年もじっと待っていたんですね。日本もまた独自の文字文化を持っています。漢字、ひらがな、カタカナ、3種類も使い分ける国は稀です。確かに外国人が日本語を勉強するとき絶望するらしいですね。中国から輸入した意味を持つ漢字、表意文字と日本で発明した音を表すかな表音文字をミックスしたハイブリッドです。この複雑さが豊かな表現力を生みました。源氏物語のような世界最古の長編小説が生まれたのもひらがなという感情を細やかに写し取る文字があったからです。文字というハードウェアが文化というソフトウェアを進化させたんですね。そして現代私たちは一周回って絵文字を使っています。あ、LINE のスタンプとかもそうですね。古代の象形文字に戻っているようで面白い現象です。言葉の通じない外国人とも笑顔のマーク一つで意思疎通ができる。文字は音を記録するために進化しましたが、今は感情を直接伝えるために再び絵に戻りつつあるのかもしれません。バベルの塔でバラバラになった言葉が絵文字でまた一つになってるのかも。でもデジタルデータは実はとても脆いんです。ハードディスクの寿命は数年。ファイル形式が変われば読めなくなる。デジタルダークエイジ、電子の暗黒時代が来ると危惧されています。1000年後の人は私たちのブログやツイートを読めるでしょうか。あ、サーバーが止まったら終わりだ。粘土板の方がよっぽど長持ちするかもしれませんね。それでも私たちは書き続けます。ボイジャー探査機には55の言語の挨拶を録音したレコードが積まれています。人類が滅びた後も宇宙のどこかで誰かが呼んでくれることを祈って。文字は私たちがここにいたという証なんですね。ソクラテスは懸念しましたが、やはり文字は希望の光です。時を超え死を超え心と心をつなぐ唯一の手段ですから。今日は人類初の発明文字についてお話ししました。ガクくん、昨日の晩ご飯は思い出せましたか？思い出せません。でも今日の感動は日記に書いておきます。文字はすごいって。未来の自分のためにぜひそうしてください。皆さんは手書きで文字を書くことはありますか？コメント欄はデジタルの文字ですが、私たちの心にはしっかり刻まれますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。